こんにちは。実は先日パソコンを触っていたら YouTube 用に撮影して編集までしたのに投稿し忘れていた動画を発見した空手家高傑です。今回の動画は今の自分はどのレベルで自分のパンチをコントロールできているのかが一瞬で判断できる上にその能力アップにつながる練習方法のご紹介になります。当然選手クラスであればこの能力が低いと相手を倒すことはできませんし、自爆など怪我も増えてしまうので練習の際の参考にしていただければと思います。ではどうぞ。こんにちは、空手家高傑です。今回の動画は以前ご紹介した倒せるパンチを手に入れる方法の続編になります。以前の動画では自分の手のコントロールする方法とそのコツについてご紹介しましたが、その時に使ったキャップキャッチトレーニング、これがですねちょっと少年部で年齢が低いとキャップをキャッチしようとしてももう転がしてる時間が長くて練習時間がコントロールの方に行かないっていうご相談をいただいたので、今回はそれを解決する方法についてご紹介したいと思います。今回紹介する方法は幼年部から一般の選手クラスまで幅広く使えます。ご用意いただくのは段ボールとカッター、これだけです。やり方を工夫すると本当に幼年部の小さい子から一般部の選手クラスまでゲーム感覚で自分の手がコントロールできているかっていう確認方法としても使えますので、もしよかったら参考にしてみてください。では早速やってみたいと思います。先ほど用意してもらった、段ボールですね、これちょっと今から加工します。先ほどの段ボールをこのような形でカッターで穴を開けます。この穴の大きさに関してはレベルによって変えていただければ結構ですが、選手クラスであれば、これ見てもらうように拳がちょうど、ここで引っかかるぐらいですね。もう1ミリない、もうここでこう固定できるぐらいのギリギリサイズにしてみてください。もちろん幼年部であればこのぐらいのサイズにしておくと拳がもうかなりちっちゃいので、この余裕で通ると思うので、レベルに合わせて穴の大きさは調整してみてください。実際幼年部等の道場ではこれを僕がこう構えてここに対してパンチを打ってもらったり、ミットの前にこれを置いてこの穴を通してミットを当てるっていうことをやったりするんですが、今からちょっとどんな感じでやるのかっていうのを説明したいと思います。年齢やレベルによっては穴をしっかり見てパンチを打つってことをしますが、レベルが上がってきたら前回のキャップと同じようにこれ穴を見ずにパンチを打つっていうことをします。例えばですが、これをこちらに構えてもらってこう見るのではなくこちらを見た状態でパンチを当てていく、この状態でパンチを当てていく、でいろんな場所に構えてこちらを見た状態でパンチを抜いていくって形で、見ずにここに手をコントロールするっていう方法を練習していきます。さらにこれレベルを上げていくと、これを上に投げて落ちてくるところにこれを合わせてパンチを打つっていう練習をしていきます。今からちょっとやってみたいと思います。このような形でパンチを打っていきます。これも最初は投げた時に穴を見て正確に通す練習をしていった上で、慣れてきたら投げて極力ここを見ずに前を見た状態で穴を通していくっていう練習をしてみてください。これ見た目は完全にゲームですが、やってみると案外難易度が高かったりして、選手クラスにとっても自分の体を思い通りにコントロールできているかっていう確認方法にもなるので、もしよかったら挑戦してみてください。以前の動画でも紹介したように構えて相手の打ちたいところを見なければ打てないようでは、相手に当然ですが見た瞬間にここを打つってバレてしまってガードされてしまうので、相手を見たままパンチは当てていきますが、この時に先ほどのように、投げてこちらを見た状態でここを通せないっていう形では、動いている相手に対してここを見たままピンポイントで当てていくってことが不可能になってしまうので、
この練習をすることで自分が動いているものに対していちいち見なくても正確に当てれるかっていう確認方法にもなってきますので、もしよかったら挑戦してみてください。これで組手中狙ったところにパンチを当てて倒せるっていう感覚が手に入れてもらえたら幸いです。今日も YouTube を最後まで見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を更新していきますので、もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して極真空手世界王者ボックスの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。